2チャンネルの名作スレを肉声のナレーションとセリフでお届けします。ほっこり感動すること間違いなしです。耳が聞こえない彼女との出会い見えた。言葉を超えたコミュニケーションの真髄。イッチの心温まるストーリーが皆さんに大切なものを思い出させるかもしれません。2011年にこんなスレが立ちました。喋ることができない女と知り合った。立つかな？耳聞こえないってこと？そうそう、耳が聞こえないから喋れないってことです。2ヶ月ほど前にひょんなことから喋ることができない女性生まれつきと知り合ったんだが、聞いてくれんかい。聞きますとも。ろうあ者って言うんだよね。2ヶ月前にクソ寒い公園でボケーっとベンチに座ってたんだ。ちょっと仕事がうまくいかなくて気がめいっててね。そこで目の前で豪快にジュースをこぼしたのがその子なんだけども、洋服にもかかってたしティッシュも持ってなさそうだったから、ティッシュ持ってさっそうと声をかけたんだ。大丈夫？って聞いて、これ使ってねって言っても返事ないから、なんだこのビッチなんて思ったんだけど、その後俺に気がついて口元に×印作ってあーうー言ってたから、その時点で喋れないって気がついた。ふむふむ。普通ならその時点でティッシュ渡して終わりなんだけど、こぼしたジュースがドクターペッパーだったんだ。それを見た瞬間声をかけなければいけないってなるじゃん。そこで持ってた iPad で筆談で話しかけたんだ。最初はドクターペッパーは世界で一番うまいだった。おまわら？ビッチわらひどいわら。正直ろうあ者と知り合う機会なんて初めてだしさ、人の親切に無視かよしか思えなかったよ。続き、そしたらその子も大きくうなずいてくれてね。ナンパとかしたことないし、別に仲良くなりたいとかじゃなくて、ただ喋れない人ってどんななんだろうって興味だったのかも。別にろうあ者をバカにするとか差別する気持ちはないんだけど、興味は湧くじゃんか。で、その子も携帯使って話しかけてくれてね。その子の第一声は、ドクターペッパーを好きな人に初めて会いました。だった。ドクターペッパーから離れろわら。それに対して俺が言ったのは、今思えば正直ひどいかもだけど、ろうあ者の人と話すの初めてです。もしよかったら少し話しませんか？だったのよ。その子はうなずいてくれてね。なんで公園にいたのかとか、趣味とかたわいもないことを近くのスタバで筆談で話したんだ。で、2ちゃんなんて書き込むのが初めてでペースも遅いが、聞いてくれる人がいることに感謝。ちょっとけじめ的なのをつけたいのでありがたい。約30分ぐらい話したとこでの感想は正直めんどくさいだった。俺最低。でもその子は楽しんでくれてるようで、帰り際にメルアドを聞かれたんだ。めんどくせえ。好きになったら手話とか覚えなきゃいけねえのとか考えたけど、まあちょっと可愛かったから教えといた。まだメールならめんどくないだろ。自分から呼び止めたんだしわら。その夜にメールが来たんだ。久しぶりに親切にされました。同年代の人と話すのも久しぶりで楽しかったです。よければ友達になってください。できた。ぶっちゃけめんどくさくてね。一日放置した後になんか気になって返事を返した。メール遅くなってごめんなさい。正直どうやって対応すればいいのか分かりません。失礼なことしたらごめんね。我ながら正直すぎるメール。一致最低わら。まあ可愛いならしょうがない。とりあえず、一致と相手のスペックを。俺は最低じゃないぞ。きっとこれが普通の感覚じゃないの？違うの？スペックは俺33歳、身長178、
格闘技やってたからちょい向き。管理な仕事。好物はドクターペッパー。その子30歳、身長157くらい、痩せ型、ちょっと天然っぽい。好物はドクターペッパー。それから1週間ぐらいメールをやり取りしてスカイプでチャットしたりしてたんだ。この1週間の時点で俺に変化が起きた。文字だけがめんどくさくない。会うのだとめんどいってこと？いや、筆談だけで会話をすることに慣れた感じ。続き、思い切って食事に誘ったんだ。ちょっと広いテーブルで筆談しながら食事ができるとこを探そうと思ってね。で、どこでも可能だということに気づいて探さなかった。結局、お互いが好きなインド料理を食べに行った。そこで食事をしながら思ったのは、期待通りめんどくさいだった。どっちだよわら。最低だが、俺には無理だなって思ったんだ。お互いに喋りながら飯食べるのと筆談しながらでは差がありすぎてさ。でもそんなことは言えないじゃん。だからその場は我慢してバイバイしたんだ。帰り道でもうメールするのはやめようかなって考えてた。俺の気持ちは分かってくれると思うが、ドクターペッパーって不思議な人が多いのよ。それを好きって言ってくれるちょっと可愛い独身女性なんていないと思うんだ。その時点での天秤としては、ドクターペッパー&可愛い独身女性 vs めんどくさい。冗談はいいとしてね、家に帰ってからもうメールしないねって送ろうと文面を考えてたんだけど、思いつくわけないべ。だから2日ほど放置してた。その間もその子からはメールが来るわけよ。返事ないけど何かありました？とかさ、俺って汚ね。この人と出会わなきゃよかったって思わせてしまうのが一番ダメじゃね。相手も慣れっこかもしれんが。わからないでもない。それを友達に相談したのさ。そしたら超絶に怒られてね。一番ぐさっときたのはお前らしくないと言われたことだな。登場した友人について聞きたい。超絶に怒られたくだりとか。友人はですね、格闘技やってた時の友達なんですが、ジャスティスな感じの友人です。うじうじ悩んでないで、まずはどう思ってるか優先させちまえ。それから行動を決めても遅くねえだろ的なことを言ってた気がします。結局もうメールしないと言えないまま2週間ほど経過したんだ。そしてその子から映画に誘われてね。耳が聞こえなかったら映画の魅力なんて半減するじゃん。金もったいないなって思いながら断れずに一緒に行ったんだ。ポップコーンも食べたかったし。時々横目で見る彼女はすげえ楽しそうだった。そして映画見終わってからカフェでコーヒー飲んでる最中に言われたんだ。興味本矢印なんか満読性矢印嫌でも可愛いし矢印やっぱ満読性矢印無理だ。確かに簡潔にまとめると最低だなわら。耳が聞こえなくても映画は最高だよって。俺さんは私が耳聞こえないからつまらないんじゃって思ってたでしょ。ライブだって行くこともあるよ。生で音圧とかを感じられるのは最高って。なんかそんなこと言える人ってすげえなって思った。俺が耳聞こえなくなってもそんなこと絶対言えないわ。続けてくれ。その後、筆談ってめんどくさいでしょって言われたから、正直にめんどくさいって答えたんだ。彼女は当たり前だよ、私もめんどくさいですって言い出してね。そこでちょっと気が軽くなった。慣れないから正直めんどくさいこともあるんだけど、でも知り合ったのも何かの縁だし、このまま友達でいてもいいかなって言ったんだ。結局俺微妙。相手天使すぎだろ。いやマジで。その子の性格が良すぎるわら。きっと身内では手話ばっかだから自分も筆談はめんどいって理解してるんだな。
皆さんに返事を返したいんだけど、続きを待たせるのもあれなんで続けますね。コメントしてくれてるのはちゃんと読んでます。続き。そして多分2日後、俺の愛しくて可愛い妹子持ちに会いに行ったんだ。手話を教えてくれと。何を隠そう、うちの妹は学校の規則でクラブに入らないといけない学校に通っていて、楽だからという理由で手話クラブを選んだ。カルマの非常に高い妹なんだ。でも入ってからはちょっと真面目に勉強してたっぽいけどね。優しい妹は、やだ子供2人もいるしめんどくさい。さすが俺の妹。子供のおしめ変えたりしてやった恩をってのは置いといて、手話の本だけ借りてきた。そして手話の本を見て勉強をちょっとずつスタートさせたんだ。めんどくさいと言いつつ彼女のことが気になり始めてたんだよね。かわいい。そして彼女との3回目の食事の日に本を見せて、手話を教えてくれんかいって言ったんだ。彼女は目をキラッキラさせてね、教えると iPad に打ち込んでくれた。おお、ふむふむ。それからまめに会うようになって手話を少しずつ教えてもらってた。語学の勉強みたいに伝わるってのが楽しくて、最大の疑問、めんどくさい病も発動しなくなってた。彼女と出会って約1ヶ月、手話も教えてもらって筆談が少しずつ減っていってね、ほぼ毎日仕事終わってから会うようになったんだ。この時点で俺は彼女に惚れてた。こんなドラマみたいな経験羨ましいわら。そして彼女に告白したんだ。もちろん手話でね。結果はダメだった。理由は聞いたけどなかなか教えてくれず、メールでいいって言われたからしぶしぶ OK したんだ。理由は、せっかくいい関係なのに付き合ったら壊れてしまうかもしれない。私は耳が聞こえないから付き合うのは本当に大変。安易に付き合ったら絶対苦労するって。出会って1ヶ月だけど、そりゃ最初はめんどくさかったけど、彼女をどんな人か分かっていくうちにそんなこと問題じゃなくなったし、分かりやすく言えばルフィがチョッパーを誘った時のように、うるせえだよ。彼女は人と付き合ったことがないらしい。いい男ができると同じ理由で断ってきたらしい。マジチョッパー。そして俺は風邪で寝込んだ。そしたらお見舞いに来てくれたんだ。そこで俺はもう一度告白した。手話じゃ言いたいこと言えなかったから、全部ノートに手書きで気持ちを伝えたんだ。俺たちが出会ったのは何か理由がある。それは友達として出会うためかもしれないけど、でも俺たちにはチャンスがある。なんで挑戦をしてみようとしないの？耳が聞こえないのが俺たちにとって障害になってるの？俺の気持ちは 100% 通じてるでしょ。だから付き合ってください的なことを書いた。開業忘れてた、すまぬ。そしたら彼女は泣きまくってね、一緒に挑戦してくれることになったんだ。いっちイケメンだな。最低とか言ってほんとすみませんでした。胸熱ー。いや、最低だったのは事実です。だってめんどくさかったんだもん。何飲むってなんで iPad に打たなきゃいけねえんだよって思ってた。さて、無事に付き合えたわけです。それからは手話を勉強して普通のカップルのようにデートしたりしてた。そしてまた一つ大問題が発生した。問題は相手の親なんだ。俺に会うなり別れろだしさ、そんな簡単に付き合うんじゃないとか怒るし、もう俺失禁寸前です。結婚を考えてない相手と付き合っても意味ないだろみたいな感じで言われるし、正直ちょっとへこんだ。結婚を考えるには知り合ってから日も浅いし、それでも彼女とは仲良くやってたんだ。でも
一人でいる時に悩みまくってた。なかなか好戦的な親だな。一致頑張。友達に相談したりギズモードを見たりしてどうしたらいいかを考えててね。それでもどうしたらいいかわからなくてね。彼女も俺も本気で好きなのに、そんな安易にろうあ者と付き合いませんよ。俺も相手も苦労するのは目に見えてるしね。どうすりゃいいの、助けてパトラッシュ。こんなに応援したくなる一致は久しぶりだぜ。そして俺も彼女も口には出さないけど不安なまま毎日を過ごしてて、彼女曰く俺は正直者だと。それは相手を傷つけることもあるかもしれないけど、私みたいな病気で耳が聞こえない人にとってはすごく嬉しいって。耳が聞こえないから不便なことは多い。時々めんどくさい顔するけど、それでも根っこの部分ではちゃんと大切にしてくれるって言ってくれてね。それ聞いてキレてしまったんです。もう相手の親の言いなりになんかなりたくないと。なんで俺たちは本気で付き合ってるのにそこまで言われなきゃならんのかと。ちょっと涙出た。一致ならうまくやれる、頑張れ。まあ切れたのは今日なんですが、そして相手の親に本気でぶつかりに行ってこようと思います。なんか決意表明的なのをしたくてスレを立てました。やったれやったれ。何か質問があればどうぞ。今日の7時に相手の家で会うことになってます。出会って2ヶ月で結婚決めるのって早すぎだよね。待っているぞ。応援してるぜ。感情に任せないで、言いたいことまとめるといいと思う。私もろうあじゃないけど、障害持ってる。一致みたいに最初は興味本位&めんどいと思ってても、本気恋愛に発展することもあるんだね。なんか嬉しくなった。一致超頑張れ。やっぱり何もない人間からしたらめんどくさかったりすることもあると思います。でもそれすら感じさせない魅力が彼女にはあると思うので、俺も平気になったんだと思います。頑張ってください。読んでてほんと魅力的な彼女だと思った。私も頑張って女磨くよ。ありがとう。報告待ってるぜ。親御さんも心配なんだろうな。結婚を決めるのに早いも遅いもないと思うよ。本気かどうかだ。頑張ってください。もちろん報告はした方がいいですよね。波紋か。アメリカンクラッカー買ってから行くかな。まだ出会って2ヶ月って時間が親御さんを心配させてしまう原因の一つかもしれないね。障害者の親ということでそういうことにはより敏感になってるのかも。一致の説得に期待してことあと報告待ってるよ。かもしれませぬ。でも怒りっぷりは尋常ではなかった。もう俺の話なんて一切聞いてくれないし。しかし相手の親はなぜ一致を見るなり結婚する気がないと判断したんだろうな。要するに相手の親は同じろうあ者が結婚相手にふさわしいと思い込んでるのかもしれんね。ほんと謎ですたい。今の俺の考えとしては、ろうあ者とかろうあ者じゃないとか関係ないって感じです。意思の疎通なんて方法はいくらでもありますからね。でも親としてはそう思ってるかもしれませんね。何気に家が歩いて10分ちょいなんだよね。どうしよう。今からジョジョ読むには時間足りないし、こんなに早く打ち終わるなんて思わなかったし。彼女が障害と向き合いながら、そこまで成長させた親の愛情は無視してはいけない。もし子供ができたら、彼女の親の協力が必要になるし、結婚の許可を必ず得ないといけないと思う。結婚を考えるようになったのが2ヶ月なら許可もらうのも2ヶ月かけるつもりで。です。結婚って当人同士だけの問題じゃないですしね。俺もできれば仲良くしたいですし、諦めません。親御さんは娘に依存っていうか、
障害があるから過保護になってる部分もあるよね。でも彼女さんの人生は彼女さんのものだし、長く付き合えばいいってわけでもない。一致頑張れ。アトンス。頑張ります。追いついた。手話いいよ。世界中で通じるから、彼女とはいずれ結婚するつもりです。と親御さんに言いながら手話すると良さそう。頑張れ。世界で通用するんですね。めんどいからいいです。彼女とだけで満腹ですたい。余談ですが、ろうあ者とかの人に対して NG ワードって結構あるんですね。でも俺は勉強しないでいいって言われました。俺が知らないで言ってもそれは本気なんかじゃないからって。ネットとかで差別用語だなんて騒いでる人たちはいるけど気にするなって。俺大切にしなきゃな。全部読んだ。一致頑張れ。応援してます。さて、ちょっと愛しの妹からめんつゆ買ってきてって指令が下ったので行ってきます。久しぶりの休みに。でも甥っ子と遊べるから心を癒してきます。ここのスレが残ってたら必ず報告します。多分22時とかですかね。頑張ってきます。一致超頑張れ。追いついた。今頃どうなっているのかな。当たって砕けずに、粘っていきたいね。大切に傷つけないようにして育てた親の気持ちも分かってやれ。今来た。どうか無事でいてほしい。今北さんよ。ドクターペッパー、手話、娘さんを僕にください。今北、一致頑張れ。一通り読みました。頑張ってくださいね。ただいま帰りました。まだスレ残ってた。そして応援してくれた人ありがとうございます。書き溜めて報告のが良いですか？それともリアルタイムに LINE？ 待ってたぜ。一致のペースで OK。おかえり。負担のない方で。じゃあリアルタイムに LINE します。ちょいとコーヒー入れてから報告いたしまする。では、俺と彼女で待ち合わせして実家に行ったとこからスタートです。母親が迎えてくれたんだけど、母親はすごい感じが良いんだよね。ニコニコして寒かったでしょうなんて言ってくれて優しいのだ。そして問題の父親はリビングででんと座ってた。もちろん表情は険しいっす。親父さん声わら。そして俺から会話スタート。今日はですね、まずは私から話させてもらおう。出鼻くじかれた。そして父親のターン。娘を30年間苦労して育ててきた。耳が聞こえないのは君が思ってより大変だ。これから一生それを我慢して生活ができるのかと言われた。俺は彼女を交えて話したかったんだ。だからできるだけ手話を使って親父さんに話したんだけど、正直今の時点で結婚をいつするかってのはわからない。これから先別れる可能性もあるかもしれない。でもそれは2人の気持ちであって、耳が聞こえないのは関係ないって伝えた。俺正直に言い過ぎたかな。それが一致のいいところ。おかえり。そしたらやっぱり怒られた。そんだけの覚悟で娘と付き合う気なのかと。それで別れたら娘がかわいそうじゃないかと。でも俺は正直その気持ち以外なかったんだよね。耳が聞こえない、喋れないのって今の俺には彼女の特徴としか思ってないし、めんどくせえって思ったこともあるけど、本当に今は関係ないしってなことを言ったと思う。あんまり覚えてね。やっぱり親父は怒ってるんだ。それだけ娘が可愛いってことは分かってるんだけどね。そして俺がシュンとしてたら母親のギアがセカンドになった。矛先は親父にだった。俺さんはこの前会った時から耳が聞こえないけどなんて一回も言ってないのに、父親はなんで何回も言うの？
耳が聞こえないのを気にしてるのは父親だけじゃないのってなことをぐわーっと言いまくってた。いい話だな。それでも好きだけじゃやっていけないと言い張る父親。そして俺のギアもセカンドへ。じゃあどうしろってことですか？俺が無職で貯金もない浮気しまくる男なら言われまくっても納得します。でも仕事もしてるし、収入だって普通にあるし、浮気もしてないし、本気で大切に思ってます。あとは俺が娘さんを思う気持ちだけじゃないんですか？で、一息に言ってやった。俺だって我慢の限界でいい。かっこいいぞ。俺と母親に言われてちょっとたじろぐ父親。ここまで沈黙が多くてかなり時間が経ってたんだ。ぶっちゃけ若干疲れた。そこに今まで沈黙を保っていた娘も参加。親父さんの気持ちはわかる。誰も悪くないんだよ。手話が早すぎて全部は分からなかったから後から聞いた話も加えます。娘が言ってたのは、俺の手話を見て何も思わないのか？初めて手話を覚えてからまだ1ヶ月くらいなのにこんなに喋れる。どれだけ大変なことかお父さんならわかるでしょと。それが私に対する気持ちの証明にならないの？私は結婚するなら偽善者とは結婚したくない。正直に結婚はわからないと言ってくれる人としたい。こんなことを言ってたらしい。いい話だな。こんなこと言ってくれる奥さんだったら、命かけて幸せにしたいな。言ってる内容も嬉しかったんだけどね。それよりも彼女が喋ってる姿を見てね、うるっときたぜ。彼女は耳が聞こえないから喋れない。もちろん訓練である程度の発音はできるんだけど絶対に言わないんだ。それが彼女の最大のコンプレックスだからね。でも声を出しながら泣きながら父親に言う姿を見てさ、俺も両親もメソメソしちまってさ。彼女さんのセリフがマジ泣ける。そして親事情を責め落とすことができた。娘が声を出すのを本当に久しぶりに聞いたと。俺を試す意味もあって強く言ってた部分もあるけど、本当に大変だけど後悔しないかいって言われた。もちろんそこは男らしく言ってやったさ。ふむふむ。わかりません。でも心から幸せにしたいなと思ってますって言っといた。バカ野郎が、俺を泣かすんじゃねえよ。釣り宣言を早く。このままじゃ涙腺崩壊してしまう。そこで初めて親父に頭を下げられたよ。よろしくお願いしますってね。すっげえ重いな。これは変なことできないって大切にしないといかんなって思った。そして一緒に飯食っていろいろと質問攻撃を食らったけど、まあなんとか仲良くなれそうだよ。ご飯のおかわりいる？とかお茶を入れてくれる娘を見て、ママさんが立派に女に育ってくれたんだねって言ってたのが心に染みた。俺がいないとあまり手伝わないらしい。おめでとう。幸せにするしかないぞ。父ちゃん説得した時の娘さんの姿を覚えてれば、何でも乗り越えられそうじゃないか。おめでとう。直性泣かせやがって。おめでとう。そして帰り際、両親に挨拶して彼女に見送ってもらったんだけどね。初めて声に出して好きですって言われたよ。ぶっちゃけウイエウみたいな発音だったけど、俺にはしっかり聞こえた。たまらんくなって唇で波紋を伝えたら奥でママさんが見てた。あらあら、なんて言われたよ。市原悦子か。一致さん、彼女と仲良く幸せになって、全力で応援したい。そして帰宅して今に至ります。本当はもっといろいろあった2ヶ月だけど、かなりはしょったな。それでもすれ立ててよかったです。
彼女に対する気持ちを自分で確認できました。これからもいろいろあるんだろうけど、まあ意思の疎通だけはしっかりやって大切にしてやろうと思います。応援してくれた方、見ず知らずの俺なんかにありがとうございました。もうみんなと友達になりたいぐらいだぜ。何言ってんだ。俺たち仲間だろ。相談くらいならいくらでも来い。トリマ全部読みました。なんかほんとほのぼのするわら。一致、心からおめでとう。これから先のことはわからんが好きでいるうちは彼女を大事にするんだぞ。一致、おめえ、もし結婚して子供生まれたりしたら大変そうだな。俺もちょっと iPad 買ってくるわ。人生って素晴らしいものなんですね。コミュニケーションは言葉だけではなく心からの気持ちで伝えられます。日々の生活の中で忘れがちな素直な感情、一致の心の温かさはそんな忘れた感情を熱く思い出させてくれましたね。コメント欄で皆さんのご意見をお聞かせください。またこの動画の評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。